治安がとっても不安なメキシコで空港泊、そして LCC 利用という格安旅行にトライしたら過酷すぎました。不安、寝れない、警察の方に起こされる、LCC のチェックインうまくいかない、治安が不安な都市を格安バックパッカー旅、そのリアルを紹介します。ポコ旅ライフ。メキシコの首都メキシコシティ、その中心部からほど近い場所にあるのがベニート・フアレス国際空港です。中南米最大級のハブ空港で、北米と南米をつなぐ交差点になっています。いや、パナマから22時にメキシコシティに着いたんですけど、次のメキシコ第2の都市グアダラハラに行く LCC が翌朝6時発なんですよね。市内でホテル取ろうかなーって思ったんだけど、移動を考えると 2,3 時間しかホテルにいられないし、深夜の移動も拉致とかされそうで怖いですよね。そこで私、空港泊することにしました。まあ空港なら警察の方多めですし、大きな犯罪に巻き込まれることはないでしょう。そんなこんな言っていますが、まずはメキシコの治安を確認しましょう。メキシコシティは外務省の基準でレベル1、日本の約19倍の犯罪発生率と言われています。空港の中は警察の方もいて比較的安全なんだけど、外に出ると一気にリスクが上がるから、空港周辺でも徒歩移動は基本 NG です。といった感じなんで空港泊に踏み切ります。果たしてポンコツの判断は正しいのか？まあなんとかなるっしょ。知らんけど。ちなみに空港にトランジットホテルがあるんですけど、高くて諦めました。本当は値段が高くても安全を買うべきですよね。メキシコまでのフライトの様子や入国審査について詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧ください。フアレス国際空港は北米中南米をつなぐハブ空港。深夜でもトランジット含めてたくさんの人がいますよね。だから空港は24時間オープンしているんだって。それもあって22時過ぎに来ても人が多いです。あとね、結構ね、寒いですね。フアレス国際空港は市内から約8キロのところにあるんですけど、標高はメキシコシティだから2200メートルもあるんだよね。時期によっては思ったよりかなり冷え込むと聞いてます。しかも、もともと湖だった土地の上に作られた少し特殊な空港なんですよね。メキシコシティ国際空港はターミナル1と2に分かれています。今いるターミナル1は東京行きの直行便を ANA とアエロメヒコが飛ばしています。今回使うビバ航空でグアダラハラ行きの場合もターミナル1から出るので、ターミナル1で空港泊して朝6時発の便に乗ります。早速寝れそうな場所を探しています。出入り口の近くは警察の方も多くて治安も良さそうなんだけど、寒いしちょっと賑やかすぎる気もする。でもこのベンチ周辺に電源があるんですよ。どうしようかな。でもケツが冷たいなこのベンチ。あ、奥にセブンイレブンもあります。セブンってメキシコ国旗カラーですよね。お、見て。なんか良さげなエリアありませんか？ここビバ航空チェックインカウンターからちょっとしか離れてないしいいんじゃない？歴史的絵画に囲まれている安全そうなエリアを発見。さっきよりベンチが柔らかいし、絵画によって風通しが悪くなっているのであったかい。ここにしようかな。最悪から充電もできそうです。あと警察の方も巡回してます。ちなみにこの電源では充電できませんでした。ベッドは真ん中の柵が邪魔なんだけど、結構ふかふかなんですよね。このエリア、すぐ近くにトイレもあるので、すごいいいです。何よりみんな寝てるから怒られなさそうだし、もうここにしようと思います。寝ちゃえー。が、この判断はミスだった。緊急事態発生です。今警察の方にここのフロアで寝てた方たち全員起こされました。小型のマイクか何かでウェイクアップっていう声がこのエリアに響いたんで、びっくりして起きました。多分なんですけど、一人目に起こそうとした方がなかなか起きなくて、それでマイクか無線を使われたようで音が大きかったみたいです。結果全員起きたって感じですかね。ベンチで寝るのがダメなのかなって思ったら、床で寝てる人も叩き起こされてます。全員起床タイムです。ちょっと周りを偵察したら、さっき悩んでた場所で寝てる方はどうも起こされてないんですよ。うわ、迷うな。あっち行こうかな。でもあっち寒いんだよな。
とか考えてたら目が覚めたんで Wi-Fi つなげて一旦編集作業でもします。人によって起こし方が違うみたいで、座ってる人も床に寝てる人もベンチで横になってる人も全員起こす人もいれば、2回目に来た人はベンチにがっつり寝てる人だけを起こしました。椅子で腕組んで寝るぐらいだったら多分大丈夫そうなので、そのスタイルでもう一回寝ます。皆さん多分ね、法則分かりました。寝転んだらダメなんです。このエリア床で寝転んでも椅子で寝転んでもダメ。おとなしく座って寝るか、隣に荷物を置いて枕にするぐらいだったら起こされない雰囲気でしたね。新しくこのエリアに来た方が基準を知らずに寝転んじゃうから、毎回警察の方が来てその方を起こすんですよ。結果その声でみんな起きるっていうのをさっきから繰り返してて、いたちごっこ続いてます。起こすか否かの基準はエリアによっても警察の方によっても違うと思うんで、空港泊はおとなしく座って寝るのが無難なんだと思います。あとはこの空港、スターバックスとかマクドナルドが一部店舗24時間営業なんです。寝ることはできないけど飲食店で休むのも良かったかもしれない。もしくはちゃんと寝たい場合は空港内のホテルがベストですよね。あれからいたちごっこは続いて、まともに寝れなかったんですけど、チェックインカウンターに向かっています。ただ、何度も警察の方が巡回されるので、空港の治安は保たれているんだなといった印象を受けました。朝の4時台からこの人混みすごいですよね。さすが中南米屈指の巨大ハブ空港といったところです。毎日12万人以上が出入りしてるんだって。空港の発着枠は常にパンパンなんだって。というわけで、ビバ航空のチェックインカウンターに着きました。ここでビバ航空の料金や仕組みをメキシコシティ発グアダラハラ着を例に予約の手順に従って紹介します。試しに同じ朝6時発の便で1ヶ月後だとベースが66ドルでした。この区間さらに運賃が3種類あります。違いは荷物、便の変更、座席指定、チェックインです。私はこの旅でスイッチを選択したのでこの例もスイッチにします。スイッチになると荷物を1つ追加できます。次に座席選択ですけど、ビバ航空は座席指定は有料ってことですね。前の方や足元が広い席ほど高くなります。最後に保険や返金オプションが出てくるんですけど、どちらもつけずに進みます。荷物1つ追加、あとはなしで合計で87ドルでした。メキシコシティ6時発なんだけど、2時間前だとこんなに人がいるんですね。友人カウンターもあったけど、私は預け荷物がないから、無人チェックイン機でチェックインします。席選択はお金がかかりそうだったのでしたくないんですけど、席選択をしないで進もうとしたら、席選択する画面に強制的に戻らされて、進めないです。隣にある友人カウンターの方に行こうかな。どうして選べないかわからないんですけど、係の方に列に並んで欲しいと言われました。最初から友人カウンターにチェックインした方が早かったですね。ダメ元で携帯からオンラインチェックインを試してます。端末を変えればいけるんじゃないか説。シートを選択する機能が携帯からでも結局バグっていたので、友人カウンターに行くことが必須だったみたいです。今並んでる人たちは荷物が大きいから、自宅手荷物のついでにチェックインするんでしょうけど、バックパッカーの私でも結局並ばないといけないのはちょっとめんどくさいですね。二人ともメキシコ人っぽいんですけど、メキシコの服だったり、メキシコの帽子を身につけてます。他にもメキシコの旗がついた服、メキシコの文字が入った服を着ている方は結構多いです。メキシコの方は愛国心が高いんですかね。辛いと思っていたら、カバンもピカチュウ、お洋服もピカチュウの男性が来ました。見てて元気になったピカ。並んでる時に何回かトライしてみたら、なんとオンラインチェックインできて、ボーディングパスが携帯上で出ました。一時的な機械の不調だったんですかね。それでは、手荷物検査へ向かいます。高評価、チャンネル登録、お願いします。お願いします。保安検査は15分ほどでスムーズに終わりました。ただ制限エリア、国際線も国内線の乗客もいるからめっちゃ混んでるわ。電光掲示板も小さくて可愛らしいこと、でもちょっと見づらいかな。制限エリア内でも早朝からお店やられてますね。さすが24時間の空港。あと、空港泊するんじゃなくて、ラウンジに行ける方はラウンジに行くのも良さそうです。
16ゲート前に着きました。めっちゃ人います。まだ搭乗は始まってないですね。5時15分です。並んでいるだけで受付は始まってないですね。国内線なんでね、ちょっと気楽に行けるかなっていう感じありますけど。5時27分、搭乗案内が始まりました。列に並んでいる間に、改めてビバ航空の紹介なんですが、メキシコの超格安航空会社です。就航はメキシコ国内に44都市、海外含めると60都市以上、メキシコでもトップクラスのネットワークなんですよね。しかも、地方の空港同士を直接つないでるから、長距離バスの代わりに飛ぶ、空飛ぶバスだ、なんて言われています。登場。サッカーボールを持っている鳥ちゃんのマーク。強豪国であるメキシコならではですね。機材はエアバス A320 ファミリーで統一されていて、80機以上。平均機齢も約6年とかなり新しいです。ただその代わり、サービスや設備はかなり削られていて、こんな風に機内モニターもなし、机もコンパクト、充電ポートもなしです。座席は短足な私で拳2個分ぐらいです。出発は帝国通りなのが素晴らしいですね。共有の機内モニターもなくて、安全ビデオは実演されています。それから、水も含めて機内サービスは全部有料です。値段はこんな感じ。あと冷房が強いから上着もあった方が絶対いいです。機内は落ち着いて朝の便なのもあってすぐ照明が落ちました。約1時間寝たらあっという間に着きました。早朝なのもあって機内は静かで落ち着いて寝ることができました。定刻約15分遅れでグアダラハラに到着。この空港はメキシコ第3の規模なんですが、ターミナルは一つだけでかなりシンプルです。この空港も LCC の拠点だから路線が豊富なんですよね。しかも今年2026年夏のサッカーワールドカップに向けてターミナル2を作ったり第2滑走路を作ったりしてるんだって。ターミナル1がやたら綺麗なのもリニューアルしてたからなのね。過酷な空港泊からの LCC 旅でしたが、安牌を取るなら空港併設のホテルに泊まる。ラウンジに早めに入るのが良さそうだなと思いました。次にビバ航空についてなんですが、グアダラハラまでくらいならシンプルなサービスでも全く気にならなかったです。さて、グアダラハラ観光は次回になります。よろしくだポコ。ポコ旅ライフ。このチャンネルでは日本や海外を旅して観光、飲食する様子を配信してます。皆さんいつもありがとうございます。高評価、チャンネル登録お願いします。